I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, stroke until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it.はい、こんにちは、山下夏美です。今回は3日分の映像ですね。まずは3月21日金曜日。この日はですね、平塚ビーチパーク西ですね、ポイントは。で、スキムボードの練習してきました。風が入る前に少しやったんですけども、過去一難易度が高いぐらいに難しい波で、基本ラップできたらラップウェーブなんですけど、このテイクオフゾーン、今見てモンキックロールじゃないと落ちないような波質でね、ちょっと難しめで、ちょっと苦戦した感じでしたね。できる波ではあったかなと思いました。はい、3月22日の土曜日ですね。超音速いや、音速きついな。まずこれ朝なんですけど、音速がめちゃめちゃ強かったです。で、結局スキムがね、ちょっとできる感じの条件ではなかったので、サーフィンスタートということで、スカーフィンですね、僕の場合は。ただね、ちょっとブレイクが意外と速くて、結構すぐスープになっちゃう感じでした。なので、ちょっとパンプ今みたいに踏んで前出たりっていうのが結構メインだったかな。スープに捕まっちゃうと、結構ちょっとたるいというか、前に出にくい感じだったので、少し苦戦して、あんまり派手なライディングができなかったんですけど、レールワークの確認とか、波のゾーンをキープすることを意識した練習でしたね。位置取りとかポイントの、ちょうどいいところをキープしながら、とか、ちょうどいいところまで前に出る。これもしっかり踏んで前に出てるんですけど。っていうのを意識した感じのナビでしたね。で、基本こういう風にウェーブライドでロングライドすることができたらいいかなぐらいな感じでやっていってます。積極的にちょっと人数も少なかったので、土曜日なのにやはり風の影響もあってか全然人がいなかったので、結構本数的には乗れたかなと思います。朝一は。レフトもライトも結構乗れてですね。レフトの方が良かったのかなっていう気はするんですけど、時間によって乗れる波の方向はちょっと違ったかなと思います。基本、両方来てたんですけど、レギュラーライト側ですね。レギュラーライト側は、ちょっと前に出ることを意識しなかったって感じで、少しブレイクというか崩れるのが早かったので、しっかり前目に踏んであげて、アップサンドダウン。これもそうなんですけど。で、波の位置。で、ちょっと消えつつあるんで、意外と前に出れる。この辺。で、最後の方はもう風波消えちゃうんで、ここで終了って感じなんです。意外と、最初の崩れるとこさえ前に出れれば、こういうのもそうなんですけど、ここさえ前に出れれば、ライディングを続けることができる。これも最終的にパンプで、ちょっとフレームアウトしましたが、パンプして前に出れるって感じですね。同じ映像ですね。テイクオフして、前に出る。で、捕まったっぽく見えるけど、パンプしたらまだ、ウェーブライダー続けられる。こういう感じですね。で、ワントリック、スピナー。で、最後当て込み。こういう映像というか、ライディングが撮れる感じでしたね。少しね、狙ってる波とかね、ポジションが違うっていうのはあるかもしれないんですけど、結構、僕目線で言うと、プルアウトしちゃう人がちょっと多い波だったかなと思うんですけど、頑張ればそう前に出れるんですね。これさっきと一緒で、これスピナーして、レール使って最後当て込みですね。
最初スープに、捕まっちゃったなっていうところから、ちゃんと前に出れるゾーンっていうか、追いつける波だったので、意外とね、この日はね、捕まって諦めてプラウトしちゃう人とかが多かったんですけど、ちょっとそこはね、スケムでパンプしやすいから、っていうのはちょっとあったかもしれないんですけど、上手い人なら、前にもう一回出て、いいところが間に合う感じだったかなと思うんですけど、これも間に合ってるんですよね。微妙に間に合ってないかなって思いきや、最終的には前に出ることができる。いいですね。スリーショビット。で、失敗。そういう風に前に出れるゾーンがあることによって、ワンアクション、僕の場合はトリックですね。かけやすいポジションまで行くことができました。当て込んで、スハレンスープの前で、スリーショビットで、失敗。ってやつですね。さっきのベス角度。そうなってる。いろんなゾーンを、ちょっと調整という言い方はあれですけど、確認しながら、波に合わせて乗っていくっていう感じでしたね。どっちかっていうと。自分が波のいいとこに行くっていうよりは、波が来るのを待ってあげるっていうぐらいなイメージ。これいいですね。すげえウェーブライドできてて。最後ね、これもったいないんですけど、ちょうど波が消えちゃったこともあってね、最後コンプリートできなかった感じですけど、そういう当て込みが狙える波でもありますね。で、この辺の時間ですね、ちょっとかなり、風が強まってきちゃったタイムですね。こんな強まってきちゃうんだって感じで。ただね、これがすごい、いいゾーンでライディングできてですね。見てるとおり。ロングライドですね。流れに耐えながらって感じです。ウェーブライドで、ちょっとスプレー。で、パンプして、もう一回前に出直す。で、ちょっと崩れそうなところが正面から来たら、ここでスピナー。ですね。で、最後ビッグスピン、コンビネーション。これ、最後コンプリートしたかったですけど、いいチャレンジだと思います、こういうのも。積極的にチャレンジ、いろいろしていく感じですね。前に出やすいってことはね、それだけ、ロングライドできる波代があるっていうことなんでね、ちょっとそこのポジションとかをね、意識しながらやっていった感じですね。3月22日の土曜日は。で、ちょっとね、この辺はもう風が強くなってきたので、ある程度無理せずに上がった感じですね。こういう波とかでも頑張れば乗れなくはないんだけど、映像でね、比べるとだいぶ分かりやすいかなと思うんですけど、明らかに風がね、ちょっと吹いてて、波が荒れてるのが少し分かるかなと思います。もうこれとかすごい分かりやすいですね。めちゃめちゃ風が入ってきて、波のピッチとか短くなってきた時間なんですよね。なので、乗れるところはあるけど、その分体力がかなり持ってかれるっていう感じではあったので、まあ無理せずって感じでやっていた感じですね。この辺はもう。だからかなり早めに上がりました。この日は。無理せず、これ以上頑張るとね、まあ体力的に僕の板ならなおさら陸に帰ってこれないってこともあると思うので、無理せず先に上がってっていう感じでした。はい、ここからは3月23日日曜日ですね。日曜日の平塚ビーチパークでですね、風が弱まりましたね。前日の土曜日に比べて。朝一がですね、弱い音手話ぐらいで、全然問題ないぐらいで。日中というか、午前中がですね、予報より思ったより強くならなくて、結局強まったのが昼ぐらいだったんですけど、この日が。そう、朝一が、だからかなりサーフィンの。人はちょっと多かったかなって思うんですけど、できた感じで。多少バッティングとかもあった。サイズはね、少し落ち気味だったんですけど、波サイズですね。箱がちょっと落ち気味だったんですけど、形自体は相変わらずそう、頑張れば、同じように前には出れる。ただ、捕まりやすかったですね。ドーミーと比べて。なのでね、頑張ってパンプはするんですけど、こういう風に。波が張ってくるところに追いつけずに終わっちゃうってことが、まあありましたね。特にですね、ライト側ですね。これさっきの別角度なんですけど。ここで捕まっちゃうとね、前出れないんですよ。頑張ってパンプして、先端に行きたいんですけど、ここで終わっちゃうって感じです。その、先端に出るまでの間に遅れちゃうという感じだったので、ライト側が結構難しくて、レフトがね、結構いい感じでしたね。
この日は。土曜日とかに比べると前日の。このレフトがですね、多少切れやすいなって感じあってね、ちょっとカットバックしたりして、結局なんかポジションキープできなくて、こういう風に今みたいに落ちちゃうっていうか続かないってことはあるにはあったんですけど、レフトがね、形良かったですね、特に。ライトもね、まあ、僕が得意だからっていうのと、ポジションを知ってるからっていうのはあるかもしれませんが、こういう風にね、ライディングをね、ロングライドを続けることができる波はあったんですけど、これ今最後もったいなかったんですよ。アップサウンドダウンして、アップサウンドダウンで、ちょっとターンを入れる。ただここで一瞬ノーズが刺さったことによって、それは前に倒れちゃう。すごいもったいないですね。そういうラインは見つけることはできましたね。ただ土曜日より見つけるのが難しかった。これがいいですね。これがベストライドに近かったんですけど、スピナー入れて最後ショットですね。テイクオフして、この人の間抜けて、ここからアップサウンドダウンで加速。でも逆側からこれ崩れてきそうだなで、一回調整して、ターンで調整して、崩れてきたところに合わせて、スピナーは。で、最後ショービット。湧いてですね。これすごいポジションというか先の波まで読めてるんで、これ良かったかなと思います。ただそうそう乗れる波ではなかったので、基本はレフト側狙っていくって感じでやっていったんですよ。この辺からですね、思ったより風が強まらなかったので、スキムやっていきました。手前がね、ちょっと深くて相変わらず巻き甘い感じで、難しいんですけど、再生波とか、スープ崩れてきたので、巻き直せなかったみたいな感じで、波が消えなかったって時に、チャレンジしていくって感じの波選びをしていきました。で、基本スープに当てて前出るですね。流し波もラップラインで来る波。で、こういう風にフロントが来る波。全部一緒です。ポジションというか、当てる位置、ターンの。ターンするときに波に当てる位置は、ほぼほぼワンピーク。っていう感じです。ただ横に走れることができる波もあるので、しっかりそのピーク来たら、波質は選ばず、とりあえず逃さず走るっていうのが重要です。これとか巻き甘いけど、しっかり前に出ることができる波だったので、その辺はちょっとポジション意識しながらやっていきました。そこそこで、本数は乗れましたね。これとか、スープ系のところでスピナーかけたりして、結構いいライディングですね。基本はスープに当てて、前に出て、これ巻かないところで最後当て込もうとしたけど、当て込めなかった。当て込めなくても、前に出れれば、ワンチャンチューブ。普通にやればラフライン。これとかラフライン。本当は前出たかったんですけど、そういうポジショニングをね、しっかり見極めてやる波ではあったのかな。こういう日ちょっと難易度高いんですけどね、しっかり、スープで当てる練習と、スープでちゃんと使えるレールワークの練習をしてる人であれば、しっかり乗れる波だったのかなと思います。だから積極的にスープに行ってる感じですね、この日は。巻かないところも乗るけど、基本はスープに当てる感じでやっていってます。でたまに来るちょっとアウト目の波も走りつつっていう感じですね。そういうちょっとライン取りと出るタイミング、位置取りは意識したかなと思います。あとは波の読みですね。それを養ういい練習だったかなと思います。これすごい良かったやつですね、ラップ。これがベストライドでしたね、スキル。そんな感じで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。